でたらめだったら面白い。どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね、チャンネル登録してね。今回考えたいのは最高に面白い伏線です。これからワノ国編のとても面白い話をしていきます。めっちゃ面白いです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。誰も気づかなかった最高に面白い伏線。これを考えていくには日本語で面白いという言葉の語源を考えましょう。面白いという言葉は面が白いと書きます。面が白い、つまり白いお面です。ワノ国編では白いお面のキャラクターが3人現れました。白い狐の面をつけた花魁小紫、白い般若の面をつけた残雪の菊之丞、白い夜叉の面をつけたバカ息子大和、以上の3人です。この3人に共通しているのが白いお面と変身です。小紫は白い狐の面を取ると光月日和に変身し、菊之丞は白い般若の面を取ると男なのに女っぽいお菊に変身、バカ息子大和は白い般若の面を取ると女なのに男っぽい大和に変身。これがワノ国編に貼られていた面白い伏線です。はい、勘のいい人ならこの動画で言いたいことがここでもう分かったかと思いますが、続けましょう。面白い伏線はまだまだあります。面が白いと書いて面白いですが、この面とは顔という意味もあります。ワノ国編では顔が白く変身するキャラクターがたくさん活躍していました。歌舞伎役者のように顔が白い黒住勘十郎、満月を見ると真っ白い顔になるキャロットや犬嵐、猫マムシなどのミンク族のスーロン、真っ白いコマギツネの鬼丸、真っ白い狼、大口の真神ヤマトなどなど、ワノ国編には顔が白く変身するキャラクターが数多く登場しています。他にも変則的なところでは顔に白い包帯を巻いた人斬り鎌像もそうです。その正体はキラーでしたが、キラーは人造悪魔の実スマイルを食べて面白くなくても笑ってしまう体になってしまいました。また伝次郎は怒りによって髪が白くなり顔つきも変わっていました。さらに兵五郎はウイルス氷鬼によって白い氷で顔が覆われていきました。さらにワノ国編では麦わらの一味の面白い変顔も登場していましたが、これら面白い伏線とは一体何を表しているのでしょうか。それはもうお分かりの通りニカです。ルフィはワノ国編で白い姿のニカに変身していました。これが面白い伏線です。ルフィがニカへと変貌した時、小紫は逆に白い面を外していましたし、笑うことしかできない人造悪魔の実スマイルもそうです。スマイルとは笑い、ニカッと笑う擬音の伏線なのでしょう。すべてはニカッと笑う男、白い姿のニカへの大伏線だった。いやいや、ニカは体が白いだけで顔は白くないんだから面白いとはならんやろ。そう思うかもしれませんが、面白いという言葉には顔や面の他にもう一つ意味があります。面とは前面など目の前という意味もあります。面白いとは目の前が白く明るくなるという意味なのです。ニカが現れたシーンでは真っ白い満月で明るくなっていましたが、そんな面白いという言葉の語源は日本神話に登場する太陽神アマテラス大神も関わっているといいます。アマテラス大神が雨の岩戸に隠れてしまうと世界は真っ暗になったといいます。これに困った神々たちは隠れてしまったアマテラス大神を外へ出そうと宴会を開きました。するとその騒ぎが気になってアマテラス大神は少しずつ雨の岩戸を開きます。すると闇に包まれていた世界が明るくなり、神々の顔も白くはっきり見えるようになったという。その様子こそが面白いの語源の一つだともされています。そんな太陽の神ニカとアマテラス大神については3年前このように考えました。こちらです。覚醒したニカルフィ。この笑いと踊りは日本神話の太陽神につながります。それは日本の太陽神アマテラスが岩戸に隠れてしまい、世界に闇が訪れた時、女神雨のうずめが岩戸の前で胸を使ったエロティックでコミカルな踊りを披露したところ、周りの神々が大爆笑して、その笑い声が気になって太陽の神アマテラスは岩戸から出てきて世界は明るくなりました。夜明けイコール笑いの力。笑いこそが世界を夜明けへ導く。笑いこそが闇を凌駕できる。はい、これらがワノ国編に仕掛けられていたニカの伏線、面白い伏線でした。以上です。続いてはワノ国編における全く別の考察もしてみましょう。
以前こちらの動画ではワンピースの物語は昭和の人気ロックバンドブルーハーツの名曲を感じる、そのように考えました。例えばこんな感じです。ちょっと我慢してまた聞いてください。最高のラストシーンは首吊り台から歌ってあげる、首吊り台から笑ってみせる、そしてナイフを持って立ってた、そしてナイフを持って立ってた、ああ宣戦布告手当たり次第、そうですこれが若者の英雄に憧れ、嘘が本当になる、本当が嘘になる、歴史のその中で本当が言えるかな、せめて100年はバレない大した嘘をつく、ブラウン管の向こう側かっこつけた騎兵隊がインディアンを打ち倒した。神様に賄賂を送り天国へのパスポートをねだるなんて本気なのか。生まれたところや皮膚や目の色で一体この僕の何がわかるというのだろう。歴史が僕を問い詰める眩しいほど青い空の真下で栄光に向かって走るあの列車に乗っていこう。土砂降りの痛みの中を傘もささず走ってゆく。世界中に建てられてるどんな記念碑なんかよりあなたが生きている今日はどんなに意味があるだろう。見えない自由が欲しくて見えない銃を撃ちまくる本当の声を聞かせておくれよ。トゥエントゥエン走って行け、トゥエントゥエンどこまでもここは天国じゃないんだ、かといって地獄でもない。見てきたものや聞いたこと今まで覚えた全部でたらめだったら面白い、そんな気持ちわかるでしょう。はい、わかります。24年間ルフィの悪魔の実はゴムゴムの実だと認識していましたが、それはデタラメでした。面白い、デタラメだったら面白い。はい、音痴なのはさておき、ワンピースからはブルーハーツを感じるのです。そしてワノ国編ではもう一曲物語とリンクするモチーフの歌があるかもしれません。また我慢してお聴きください。ブルーハーツ電光石火。歴史の本の最後のページ、白紙のままで誰にも読めないよ。出かけよう、さあ出かけよう。電光石火、電光石火。新しい星を見つける。電光石火、電光石火。お日様を迎えに行こう。はい、というわけでワノ国の鬼ヶ島編ではブルーハーツの名曲電光石火を感じ取れるという考察でした。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。謎を解く鍵は表裏対語呂合わせ、最強は数の理論に滑り倒すダジャレと落ちな歌。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。夢を釈迦じゃないよ、釈迦より先だよ。